チキランドジョンです。今回は日本最強の15人集めたら世界一トレセツデイ2やっていきたいと思います。実はね、一回撮ったんですけど、音がね、すんごいずれた上に爆音だったのでゲーム音がちょっと取り直してるって形ですね。はい。対戦相手はね、韓国のクランだったかな。韓国文字がね、いくつか並んでたところでして、まあ、今年でね、今回の対戦も44点ということでね、前節に引き続きまして、1ミスのみというね、素晴らしいスタッツだったかなと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。1本目、カズマくんから61天才のエレクトロタイタン編成、見習いウォーデン付きというところで、まあ、結構今はもうこの、レイジジェムとかね、いろいろ使えるようになったことから、見習いウォーデンは陸の編成だと割と必須レベルでね、いろんな編成に入ってくるのかなっていうところですね。まあ、20枠という、まあ今の環境だとそんなに高くないですよね、もう。昔だったら20枠って結構、重いなーって感覚もあったと思うんですけど、20枠以上のユニットもたくさん増えて、まあユニット本体よりも軽い枠数で、ユニット本体の HP を爆増することができるユニットとして見習いウォーデンね、非常に便利になってますね。まあルートライダーと、このエレクトロタイタンとか、まあその辺の特に HP の高いユニットたちと合わせていくと、さらに上がっていくような感じで、まあ入れ毒みたいな感じになってますよね。さあ、イエティサイドカットも綺麗に決まりつつ、シュータールートもめちゃくちゃいいですね。バーバリアンのチェックも入ってるので、シューターはもうタウンホール付近の施設をすべてなぎ倒し、タウンホールもされるぐらいの勢いですね。さあ、投石まで降りつつって感じかな。さあ、イーゴレ先頭にエレクトロタイタン、見習いウォーデンと。キングに関しては60を見つつ入れていきます。で、ジャンプを奥の方に繋いでいって、ロイヤルチャンピオン早いですね。もう全部導入ですね。残ってる呪文はレイジが2発というところ、ストライカー回せつつ、一発目のレイジをここの援軍処理のところ、相手のヒーローにね、重ねて、まあ、アイゴレに凍らされちゃう前に、レイジストライカーで相手のヒーローを処理しちゃおうというような、いいレイジですね。で、ロイヤルチャンピオンのが先に行かないように、キングの方をね、こうやって、フィストを使うことで早めに流しつつ、強い。出てくるリクスケルトンもタイタンならば、全く影響がないですね。テスラとかもいろいろハイダメージが入りつつ。で、タウンホールの方はようやくシューターが打ち始めるような感じになってくるんですけど、まあ余力で余裕そうですね、これは。もしタウンホールが取れなかったとしてもっていうレベルで、まあ中身のユニットも出てくるし、シューターってね、まだ援軍の中身があるからね、シューターそのものが援軍レベルに強いんですけど、で、クイーンの方はクローク入って、ロイヤルチャンピオンは能力残ってる状況、シューターはしっかりタウンホールを落としきることができました。さあ、ロイヤルチャンピオンにターゲットが入らないように、キングのターゲットをホグの方でうまいこと取りつつ、ストライカー触らせて、できるだけロイちゃんに被弾がね、入らない形を取りつつ、本体たちが追いついての旋回。この辺の細かいユニットの使い方がね、カズマくんうまいですね。ナイス旋回。バーサス。さあ、キャスリーさんライドラッシュ。もう一回動画としてね、撮ってるものなんでね、あれなんですけど、これ確かレイジじゃなかったんだよな。ライフオーラのライドラをやってたっていうところで、おー、そうなんだと思って見てたアタックですね。まずはベビドラとクイーンの方でサイドカットを行いつつ、一気のライドラッシュ展開していきます。まあ、結構ライドラッシュは、レイジをね、オーデンのヒーローギアで使っていくことが多いんですけど、まあ、ライフオーラで HP を高めていくやり方を取りました。今回の場合はエアスイーパーが結構ね、反対側から吹いてしまうような形なので、エアスイーパーへのフリーズは結構必須レベルでどんどん打っていきつつ、奥のモノリスのところも固めていきます。で、突撃艦に関してはタウンホールをケアするものなんですけど、タウンホールのヒーロー側からかけていくようなね、ちょっとね、これホーミングチェックしてないんで危険な突撃艦なんですけど、特に罠はなく、もしかしたら配置としても罠の場所を知ってるとかあるかもしれないんですけど、この下側のライドラが強いですね。空に対応する防衛施設っていうのが、エアスイーパーとこの投石ぐらいなんで、下の対地クロスと長弾大砲のこの部分が相当弱点になってますね、ライドラからすると。なので、特にトームとか、トームじゃないな、トームでもいいや。呪文とか何も乗ってないライドラで素で壊すことができますね。ただロイヤルチャンピオンは、反対9時から展開しつつ、クイーンの方はクロークでヒーラーを足すようなやり方してますね。吸血ヒゲでキングも回復していくので、この外周流しのヒーローに対して回復セットを増強していくみたいな
クイーンがクローク使うとヒーラーが出てきて、キングは自力で吸血比で解決してみたいな。無限軍団、外周部、無限編が強いですね。さあ、2本連続でのドラゴン編成ですね。スーパードラゴンデッサン。もともとデッサンも結構スーパードラゴンはやってた印象あるんですけど、まずはバルーンを投げていって、これは突撃艦タウンホールの方、突ビズですね。さあ、しっかり届かせていきつつ、タウンホールプラス、モノリスとかまでね、チェインタウンホールから入ればめっちゃ美味しかったんですけど、落としきることはできず。取れたらめっちゃ美味しかった。さあ、このヒーローパート、ヒーローパートがね、12時からやってったはずなんですけど、援軍をね、スーパーウィザードで釣り出すことによって、ヒーローパート12時やりやすくすると。ガゴとかでもいいような突撃艦なんですけど、その場合、援軍がどうなるか、防衛援軍がどうなるかみたいなところがね、この突撃艦結構大事なところになってくるんですけど、ウィザードを使うと援軍が釣れちゃうんですよね、こうやって。なんだけど、ヒーローパート12時から組み込みたいというやり方をしたので、援軍まで釣り出す突ビズの方が最適というような使い方ですかね。いいロケバルを外周走らせて、ベビドラサイドカットもできているので、スーパードラゴンのルートがかなり綺麗に中心部に向かうようにできてますね。で、残ってしまったモノリスの方をフリーズかけつつ、キングも内側入れていきます。ここはモノリスの方を2段階でフリーズかけつつ。で、フロスティのマイトも、トゥントゥントゥンとモノリス入って、キングの方はそろそろピスト使いたいんですけど、これは大きいキングではなくて、バーバリアンを生み出す普通のキングですね。さあ、ここは中心部の方まで溜めてたトームを使いつつ、真ん中一気のレイジです。防衛側もレイジターだったかな。非常にレイジが、いろんなとこにレイジかかってますね。で、あとはロイヤルチャンピオンを持った状況でって感じなんだけど、スーパードラゴンをしっかり中心部までトーム温存してたのもあって、伸びてますね。下側のね、対空砲切ったり、ベビトラでサイドカットしたりっていうところで、すべてのスーパードラゴンをこうやって火力の高いところまで誘導することができたっていうのはね、かなり効いてますね。ちょっと今のブーメランもね、キーになるようなところで、マルチ IT までね、折れなかったら、結構きつそうな雰囲気もあったところだったんだけど、ブーメランで一気に、いろんな防衛施設が飛びました。そうすると、あとクイーンがクローク持ってるので、クローク圏内フィニッシュですね。インフェルノぐらいだったらクローク、ユニコーンも残ってるんで押せたかもしれないですね。ヒーラーも出てきた。やっぱこういうドラゴン系の編成ヒーロー外周流しだと、クイヒールね、後で作れるのは強いかもしれないですね。ユニコーンもついてくれれば、ヒーラーはちょっとまだレベルが低いので2体しか出てないんですけど、上がってくると3体ヒーラーが出るのかな。この辺のヒーローギアのレベル上げなきゃいけないの大変です。さあ、ガクス、ルートライダーですね。さっきも言ったんだけど、見習いオーデンはもう陸編成ほぼ必須で、入れない方が珍しいレベルになってます。ウォーデンのライフオーラが代わりにやってくれるので、レイジがヒーリングトームのどちらかを使うことができるので、もう入れない理由がないですね。突撃艦はモノリスタウンホール、そしてマルチアーチャーターまで落とせればめっちゃ美味しいけどぐらいですね。別に折れなくてもクイーンが打てる位置なので問題ないんですが、余力で折れたことで火力の低いところで援軍処理をすることができます。ここでマルチアーチャータワーがあるかないかだとね、この援軍処理でレイジが1枚使うかどうか結構関わってくるぐらいの火力の差にはなってますよね。ここはクロスボウとアーチャータワーの2つのタゲのみなので、しかもクロスボウもね、レベルがまだあれだからね、15レベルでの、タウンホール16レベルのクロスボウではないんでね。ホーミングチェックのバルーンもしっかり、対空砲も近いんでね、対空砲跡地なんでここはダッシュ6ですね。で、ちょっと入らなそうな雰囲気があるんですが、このまま外周クイーンは流れつつ、キングを外周部3時の方から流して、ルートライダースタートです。クイーンの方はね、相当 HP 持ってかれて、クローク打ってからここはインビジブル、時間差つけてのレイジ。キングもストライカー処理と一緒に相手のキングとキングをね、重ねて打ちつつ、クイヒーの方もフリーズって、ちょっと目が離せないような対応だったと思うので、安全にフリーズ1枚使っちゃうけど、それで安心が買えるのならばというようなフリーズの使い方ですね。
さあ、ここでホーミングがどしどしと押し寄せてきますが、もうグイヒーからするともう落ちないような火力になって、内側綺麗に入れなかったんで、対1クロスが残り続けてますね。でけえキングが暴れている。リクスケルトンの処理がね、ほんと強いですね、キング。スケルトンが一瞬で突破できるっていうのは相当便利。さあ、ルートライダー自体はだいぶ怪しい感じで溶けて始めてるんですけど、ロイヤルチャンピオンも能力がなくなってる状況。クイーンがね、やっぱり、ここで戻ってきて第1クロスのタゲも取ってくれたりと、クイヒー戦術はやっぱクイーンが最後まで生き残ってるかどうかによって安定感みたいなところが相当変わりますね。さあ、ここはディギーが止めてくれますが、巨爆が入って、クイーンの方もこれはディギーに助けられて、だいぶ怪しかったっすね、この前回はね、正直ね。この第1クロス残ってたら前回まで行ったかどうか怪しいところだったんじゃないかなと思います。時間はどれくらいだったかわかんないけど。ここでキングの方にヒーラーもスライドしつつ、まだフェニックスがついてるんでね。もし、キングが死んでしまっても、フェニックスが出てくることで落とすことはできるんですけど、それでもちょっと際どいアタックになりましたね。スタルートライダー。結構スーパーボーラーをやってるヤッターくんですら、クイヒーのルートライダーを採用されるぐらいにはルートライダーが相当強いというような編成ですね。クイヒールートライダーはやっぱ強いっすね。やっぱ玄関機を一番使われてるレベルになってるんじゃないでしょうか。もともとさ、だってタウンホール15でめっちゃ強くねってなったクイヒースーパーホグ。かなりの人数が使ってたクイヒースーパーホグ。誰もいなくなって今、全員スーパーホグなくなってルートライダーでしょ。スーパーユニットじゃないっていうのがマジで偉いですね。ルートライダーの偉いとこ。スーパーウォールブレーカーとスニークゴブリンをクイヒーのサイドカット、そして穴開けに使える上でスーパーユニットじゃないのに高性能なルートライダーを使えるっていうのは相当強いっすね。スーパーユニットであるかないかっていうのはもう評価のポイントになるぐらいな大事な要素の一つかなとは思います。さあ、ここは見習いウォーデンの方は2体持ってきてまして、クイヒーの方にも付け足してきました。強いからね。で、タウンホール打ってるところ、ここはクロスボウもね、2個かかるし、援軍もかかるしっていうところで、ここは HP 増強を見習いウォーデンで足していきます。ルートライダーに使うやり方だけじゃなくて、こうしてクイヒーに足していくやり方も強いですね。バーバリアンの方も足して、アーチャーの処理をポイズン外れてるので一緒にやってくれつつ。テスラがね、3時角に1本あったんで、9時の、クイーン前も今見ましたね。同じとこに生えてるわ。ロイちゃん側も。で、キング外周流しつつ、クロスボウ2本入って、マルチアーチャータワーとかね、タウンホールの裏って結構普通火力が高いところなんでね。で、コウモリからのボマーライダー、ボマーとバルーンを使っていくことで、ベビドラもいい対応でしたね、今ね。空に対応する防衛施設が消えるので、コウモリとボマーで。大砲に対してベビドラ刺して、こういうやり方も非常にいいですね。で、出てきたイエティはちょっとそれてね、モノリスの方はターゲット取れないんですけど、内側の綺麗なルートのルートライダーの方で落とすことができます。で、今回はレイジがついてないルートライダーなんですけども、その代わりにヒーリングトームを採用してます。強い。で、呪文の方のレイジをしっかりルートライダーにも合わせてあげる。クイヒの方はもう落ちちゃってるんですけどね。その分、ルートライダーでご了承して進めていくっていうやり方。中心、1回目の解説の時も、ここに笑っちゃったんだけど。壊した。これ忙しいと、でもクイヒ死んでるからな、もう。さあ、ロイヤルチャンピオンは、能力を残した状況で最終盤。中心部からマルチ IT2 本かかったり、投石かかったりで、加えて、ポイズンタワーっすね。ポイズンタワーっていうところもあって、ヒーリングトームっていうところを採用してるのかなっていうのと、普段スーパーボーラー編成やってて、それもヒーリングトームを使ってるので、ヒーリングトームの方がレベルが上がってるとか、そういう理由はあるかもしれないですね。割とレイジとヒーリングトームは好みみたいなところもあります。明確にこっちの方がいいみたいなシチュエーションは、ある程度配置によってはあるんですけど、両方仕事はできるから、ぶっちゃけどっちでもある程度、11点、12点の仕事はできますよね、みたいなことはあるんで、その上でみたいなところはあるかな。その上で、11点だけどヒーリングトームの方が好みに合うので、とか、レイジの方が、無難にいつもやってるから、みたいな、上振れ狙うならヒーリングトームだけど、みたいな、そういうのは結構ありますね。
どっちも10点以上の仕事できんなら、それはそれで正解なんでね、両方正解なんで、まあ、よりどっちの方がいいかっていうところで考えて、こっちの方が良かったね、やっぱりっていうので、使い分けできると、まあ、レベル上がってきてからもいろんな使い方ができるので、まあ、考え方の基礎として、できるといい技術の一つかなと思います。ヒーローギアを適切に付け替える能力みたいなところ。結構考えるところですよね。まあ、今後は割ともっと強いね、ヒーローギアとかもたくさん出てくるかもしれないんで、この辺の使い分けっていうのは本当に大事かもしれないですね。なんかね、ジョーカーさんとかが、なんかフローズンアローみたいな、なんかクイーンの、なんかスキル、なんかギア紹介とかしてたけど、あれ何だったんだろう。キングの方は HP ギリギリなんですけど、タウンホール前。これはルート狙った通りなのかな。ちょっとインビジブル被っちゃいましたね。クロークとインビジブル被っちゃったところではあるんですが、まあ非常にいいクイヒールートを取れてるので、この段階でクイーンに当たる火力がないですね。で、シューターの方はかなりいいシューターできてたんですが、中身はかなり軽い援軍ありがたい。ポイズンとイエティの竹だけで落とせますね。で、6時から対空砲のタゲを取って、ラバールスタート。ここは1機のストライカーからのロイヤルチャンピオン短期トーム。まあ、縦にバルーンを使う必要がないっていうところですよね。まあ、マルチアーチャータワー、マルチっていうともうアーチャータワーが出てくる現代なんだな、俺の口は。マルチ IT の方をヘイストバルーンで落として、9時の区画の方をトームかけたロイヤルチャンピオンで進んでもらって、後でバルーンとロイヤルチャンピオン合流するみたいな感じですね。まあ、結構なんかクイヒーラバルだと、とりあえずバルーン出してロイちゃん後ろにつけてバッカーンみたいなやり方する人も多く、まあそれでも全然強いんですけど、まあ今回みたいにね、明確な使い道を分けた、いいパートでしたね。いいセパレートでしたね。さあ、よっちさんクイヒーのルートライダーに通常のホグも少し混ぜた形です。まあ、通常のホグを混ぜる形をやってるのはよっちさんだけかなって感じで、まあ結局でもクイヒーのスーパーホグも最終的には通常のホグを入れる形をとってたので、まあ現段階ではどっちが正解なのかはわかんないんですけど、まあホグを混ぜる方もね、僕も開発ビルド借りて先行公開した時は、どっちかっていうとそっちがメインになるのかなと思って僕もそっち紹介してたので、まあ全然考え方としてはありなんじゃないかなと思います。まあどうしてもやっぱ手が届きづらい外周部の施設っていうのは生まれてくるからね、ちょっと火力が上がってしまったところ、しっかりここはフリーズで対応。うまいですね。で、このクランはもう、全く同じこと言ってるわ。同じタイミングで。すごいな。1回目の時もね、このクランは本当防衛援軍毎回こういう細かい援軍とか入れ替えて偉いですねって。なんか人によってこのアイゴレの数違ったりしてたしな。偉いな。で、ホーミングチェックのバルーンも通しつつ、マルチアーチャーターがね、ここでね、ベビドラターゲット取ってるんですけど、ギリギリベビドラがね、やっぱ壊してくれて、新レベルも強い。ベビドラ伸びましたね。さあ、さらなるホーミングチェック。クイーンはタウンホール打てるように動いてほしいなーって感じで。まあ、下側進めば勝手に戻るんで、これ。寄り道したところで。あとは延命するだけですね。さあ、ルートライダー4時からレッツゴーで、ここはレイジ型。で、ボマーを今回は採用していくんですけど、反対サイドね、今、超弾大砲触ってますけど、そっちの方にボマーを刺していくようなやり方になります。さあ、当然火力の高いところなんで、真ん中フリーズスケルトンとモノリスのケアをしてあげつつ、ボマー発進。キングの方は6時でぶち込んでますね。ボマー強い。で、タウンホール打てるようなところまで入って、このトームがなんとクイーンまでトーム入ってるんですよね。絶妙すぎるナイストーム。さあ、ボマーも割れましたが、中身のイエティの方も一緒にクイーン処理とかをね、やってくれつつ、中央、これはシングル IT と挙げられたクイーンの方をクロークでかわしつつ、あとは残ったところ、ロイヤルチャンピオンがだいぶ HP 持ってかれたところだったので、ここはインビジブルかわしつつ、キングの方もフィスト残って、12時アーチャーとホグで大砲の方を刺して。まあ5体のルートライダーでもこうして、まあ3体かな、今残ってるのは。まあ兵器を1つルートライダーパートに使えたっていうのもあるんだけど、まあホグをなんか手の届かないね、施設に投げていったりとか、援軍釣りだったりとか、シューターのためのテスラチェックとか、まあいろいろ細かく使えるのは、ホグの編成の強みかなとは思います。
さあ自分のアタックですね。61天才のルートライダー。まあ基本6体ぐらいがちょうどいいかな。ホーミングチェックも入れつつ、で、さっきもう全く同じこと言ってたんですけど、このクラン偉いですね。アーチャーとか、アイゴレとかいろいろ入れつつと思って、僕も偉いので、ちゃんとね、味方の攻めを見て、ある程度の防衛援軍の傾向をね、対戦相手の防衛援軍の傾向をね、見てたんですけども、こんな火力の高いね、防衛援軍が出てくる配置がなかったので、これアイゴレだったらもう美味しい美味しいと思いながら投げてったんだけど、ちゃんと高火力援軍が入ってることも加味してね、フリーズの用意とアイゴレを2枚使いというね、贅沢な入りをしております。ウォールブレーカーを使わないので、このクイヒールートをする上で、これ、アイゴレ割いていいなという判断ですね。で、タウンホール裏のモノリスの方、どう考えても、折るのがやっぱしんどいし、折ろうと思えば折れるんだけど、めんどくさいのでいいなと思いました。折っちゃうのが一番コスパいいと考えました。そしてこのホーミングチェックの角度完璧ですね。ヒーラーがかかる位置すべてを通しつつ、反対サイド、ルートライダー、そしてドリルも手元にあります。で、61天才で呪文の枚数が少なくなってしまっているので、キングの方を使うことで、対地クラスのみの位置だけにし続けるんですよね。そうすると、天才の食い火って昔から気をつけないと結構簡単に死ぬので、って言ってるんで、こういうキングの方でターゲットを拾ってあげることでケアをしていく。で、ホーミングチェック、バルーンを時間差で入れてあげつつ、ここまで来たらホーミングチェックとかいらないあれなんですけども、1体だけ残してもそんなにいい使い方は、12時ギリ使えるかなぐらいなんだけど、さあ中心部までトーム温存してたので、ここ打ちつついいトームになりそうですね。援軍レイジの方も食い火ではなく、援軍じゃない、呪文のレイジの方も食い火ではなく、ルートライダーとかロイちゃんに回す方が強そうだなと判断して、ここも1タゲが入ってたんですけど、クイーンの方でそれだけなら耐えれそうだなっていうところでした。でウィズトのタゲは取れてるんで、キングに対してフリーズかけつつストライカー刺したりして、あとはもうボマーとルートライダーが食い火の道を切り開いてくれましたね。ボマじゃないや、ドリルだ。ドリルとルートライダーがね、クイヒーで合流した段階で、クイーンの方も一緒に合流できるような形になったんで、ロイちゃん2体いるようなもんですよ、これもう。バカ強いね。ロイちゃん2体もいたらバカ強いでしょ。さあ、ひろやさん61天才のラバル。確かね、この配置がね、全く同じものがね、後で登場するんで、そこを確かクラウスだったかな、なんか、同じく天才ラバルで攻めるので、その辺どう違うのかみたいなところもちょっとね、楽しみに見てみてください。で、中心部のところをマルチアーチャータワー、マルチ IT、ポイズンタワーと61天才入れて、スニグブ4体発進6時区画ですね。キングをそこに入れていくような流れになります。リクスケが事前に連れてるのも美味しいですね。で、このリクスケの方をキングクイーンの方で拾っていきたいんだけど、頑固なターゲットがシューターに向いて、今頃向いてくる。遅いよ、ターゲットずれるの。で、このリクスケルトン処理をベビドラを狙って刺してってるのかな。キングサイダンとかワンチャン殴らせようとしたのか、サポートなのかわかんないけど。で、6時の方はキングがね、これバカ強いっすね。ジャイアントガントレットが鬼ほど強い。で、3時の方はね、シューター、投石さえ取れればいいっていうようなシューターだったと思うので、対地クロスの方が、勝手に折れましたね。あったかいダメージで。で、クイーンの方でアイゴレのターゲットをちょっとだけ拾いつつ、反対サイドマルチア ET のところまでロイヤルチャンピオン突破して、AT の方も当然狙いに行きたいんだけど、アイゴレ捕まりそうだな。さあ、ロイヤルチャンピオンブーメラン。クイーンで触れるな、これ。で、タウンホール区画。これはね、どうなんですかね。ラバルパートにレイジを割いてるんですけど、ウォーデンね。レイジジェム。これはミスな気がしますね。ラバルに合わないんで、合わないことはないんだけど、レイジって攻撃力を上げるだけで移動速度上がらないんでね、ヒーローギアの方は。呪文のレイジはね、移動速度も上がるんですけど、ギアのレイジジェムの方は上がらないので、普段ルートライダーとかを使ってて切り替えるの忘れたような気がしますね。特に自分で普通に呪文のレイジも使ってるんで、タウン前なんてね。役割的には被っちゃうし、介護官でしかないので、基本は付け替えミスな気がします。さあ、スミス。61じゃない、6体のルートライダーと、
クイヒーですね。3次クイヒー入れつつ、いいですね、このバルキリーターゲット。結構イエティ使っちゃう人も多いと思うんですけど、イエティだけじゃなくてね、バルキリーもこうやってターゲット取ることできるので、枠数が10枠お得です、こっちの方が。で、クイヒー相当 HP 持ってかれかけたんですけど、なんとか耐えていく。ナイスインビジブル。で、ストライカーがね、これ、レイジに乗って大暴走で、大量の罠を拾ってきてくれました。偉い。バルキリーめっちゃ仕事したね、これ。6時。クイーンの方は、ちょっと戻ってきてほしいところではあるんですけど、少しそれてから3時内側入っていきます。まあこれむしろ逆に絶対入ることがわかるようになったんでありがたいですね。で、今のもいいホーミングチェックですよね。さらにホーミングチェック、ラストバルーン入れていきます。トルネードもね、トラップとして置いてあって、トルネがあるとこにホーミングがないなんてことほとんどないからね。トルネ単品で置いても何の効力もないんで、トルネードプラスね、ホーミングがあってようやく突撃艦を止めるものなので、同じ場所とは限らず、ちょっと奥にね、ありそうなもんなので、しっかりこういうところは投げていきましょう。で、レイジジェムで真ん中というか、フリーズかけて入りを止めていきます。で、キングが大きくなって、タウンホールの方もね、このジャイアントキングで狙っていきます。強い。クイーンの方も安い2本吹いてるんですけど、しっかり呪文、レイジとかを置くだけでね、黒くなしで突破できてますね。で、結構タウンホール削ってくれたんだけど、落とすまでは至らず、ここで最強トームですね。ここにまだトームあんの最強すぎるな。ここ結構難しいところなんだけど、ここにヒーリングトームを欲しいか、それともレイジジェムで全体の火力を上げるかみたいな、なんか進行速度を上げるかみたいなところは結構好みだったりもするんだけど、まあ、今回は結構、あれですね。レイジ派ですね、僕は。まあ、キングが結構ある程度削ってくれたっていうのもあるし、タウンホール超えた先のものがもう防衛施設そんなヒーリングトームがあったところで、ヒーリングトームありなしで変わるところじゃないんでね、それだったら、もうレイジかけることでヒーロー処理とかも上がるからね。あ、これっすね。さっきのヒロヤさんが攻めた村、反転してるんですよね。回転してちょっと角度変わってるんで、同じ配置に見えないかもしれないですけど、天才の位置が変わってますね。ヒロヤさんは真ん中のインフェルノを追ったのに対し、クラウスは手前のインフェルノを追っていきます。で、ヒーローパートもちょっと変わって、これはウッドランチャー採用ですね。残ったマルチアーチャーターとか、あの辺にめがけて、ウッドランチャーを投げ込んでいくような感じです。さあ、ウッドランチャー来ました。いいアイゴレですね。で、クイーンの方は投石対地クロスを取りつつ、イーグルからロイヤルチャンピオン。で、反対サイドは同じような感じで、ここはテスラが固まってますね。で、しっかりイエティの方を援軍処理に向かわせて、ここは援軍、アイゴレだけじゃなくて、エレクトロタイタン入ってますね。ほんと、多彩ですね、防衛援軍。さあ、ラバからのウォールブレーカーバルーンというね、ターゲット取りまくりつつ、リクワナのチェックみたいなね、ウォールブレーカー刺した感じですね。スケルトンでしっかりターゲット取らして、いい展開。で、タウンホールラバレ。ガーゴイルもしっかりこのタイミングで出していきます。さあ、タウンホールのところ完璧なフリーズを決めていきつつ、ウォーデンも追加。ガーゴイルもすかさずですね。これがね、プロの技ですね。で、さっきのアタックでそうだ、1本目の時はちゃんと解説できたんだけど、今回も同じですね。ラバルをする上で、ポイズンタワーが投げる前にフリーズをかけましょうというところですね。ポイズンタワーを受けてからフリーズは、ちょっと無駄なんで、フリーズのバリューが落ちちゃいます。フリーズかけてるのにもかかわらずダメージを受けてしまうポイズンタワー。これはね、先にかけるべきですね。で、ここも、2時から投げると一見マルチ IT にね、直接投げれるような感じなんですけど、しっかり一度ラバルが通った後力バルーンを出すことで罠は引っかからずマルチ IT をケアできるような角度で、最後ね、投げてる形ですね。さあ、りゅうたくん61の、また、6って言っちゃった。ルートライダー6体型のクイヒールートライダーで、火力が高いところ、今回はスケルトンとアイゴレを使ってなんですけど、オデンゾがだいぶ火力高いですね。ちょっと危なかったですね。
さあ、そしてここも、トラップがね、テスラが1、2、3、4本あったのかなこれは。プラスのリクスケルトンも相当固まっているっていうような区画になってますね。タウン前なので、まあある程度、軽く上がってしまうのは仕方ない。さあ、ホーミングチェック入れていきまして、そう。1本目の時も言ってたんだけど、絶対ホーミングあるから投げろって、右にあったんだからって。で、左もね、ここそう、ボムターン前にさっき1本あったんで、ここでありますね。この辺に関しては1本目の方がいいこと言ってた気がする。左右対称の配置って基本罠も左右対称に置いてあるので、右にあったら基本左もあると思った方がいいです。なので、今右のボムター前と、手前のところ、テスラのところにね、1個ずつホーミングと赤バクもあったりしたので、まあ、それ見て、しっかり、じゃあ左もありそうだなと思って左も投げてあげる。なかったらなかったでいいんで別に。それしないとね、あった時にヒーラー死んじゃいますからね。まあ、ヒーラーが4体か5体かって相当回復量に差はあるので。で、なんかアイゴレばっかの援軍だなとか言ってたら、援軍はラバハウンドが出てきましたね。本当に偉いです、この子ら。さあ、ルートライダーを展開していきつつ、ロイヤルチャンピオン、見習い号伝。これはヒーリングトームなのかな？レイジじゃないですね。で、12時の方にキングを使いつつ、キングにキングぶつけるような用途ですかね。ストライカーもトームに乗せて持ってきたいような感じですが、ここは打たず。まあ、だいぶルートライダーの HP がレッドゲージとかまで入ったところで貯めて、ここでヒーリングトームで一気に HP を回復していきます。まあ、ただでさえ高い HP をね、こうしてヒーリングトームで回復されちゃうと相手からするとね、もう倒せる防衛説ないよってなっちゃいますよね。倒せる防衛説はこういうヒーローだったりとか、レイジターンに乗った防衛説なんですけども、そういうところにはしっかりフリーズを打ってあげると、もうそもそもルートライダーのスペック的に落とされないよっていうような形が取れる。まあ、ルートライダーはね、陸のユニットなのでね、当然、エアスイーパーの影響を受けないっていうのも強いですね。何当たり前のこと言ってるんだって思われるかもしれないけど、こういうような似たようなユニットとしてドラゴンがいますから、差別化です。なんかずっと言ってるみたい。さあ、残り2本ですね。61天才星3。どこ行ったっけな？大砲だった気がする。長弾大砲対地クロス投石あたりを打ってたような。打ってなかったような。下かもしんない、これ。違う配置かも。これ、下だな、多分。これうまいですね。迫撃砲のターゲットをしっかりアーチャーだけで拾ってあげれば、シューターが生きれる区画であると見抜いて、テスラ超えて、合ってた、天才の位置。天才の位置合ってました。思い出しました。そのカゴめっちゃ美味しいっすね。大砲が無料で取れる、両サイド。で、テスラが見えたんですが、素早いですね。しっかりここにはバルーンを合わせて、キングが流れないような形を取ります。シューターの役割としてはタウンホールラバルを後でするんですけど、そのためのマルチ IT とか下側の施設を削ってあげることで、タウンホールにバルーンが綺麗に進むようなルート作り。サイドカットですね。バルーンのためのサイドカット。さあ、キングにキングぶつけつつ、イーグル砲の区画をキングで担当してもらいます。で、クイーンの方も合流しているので、ある程度火力増強しつつ、さあ、ここでフィストを使って出てくる細かい援軍の方も、一振り。ストライカー一振りです。で、ラバハンド。で、アイゴレに対してアイゴレベビーを付け加え。これ強いですね。で、ラバハウンドの処理の方は、ポイズンも使ってしまってるので、ガーゴイル足しつつ。で、ベビドラもね、いい感じに仕事してくれてますね。これはフリーズ1本打ちたいところ、ウォールブレーカー入れつつ、フリーズをかけていきます。いいタイミング。クロークを相手のクイーンに合わせたいっていうところで、対地クロスのターゲットもスケルトンでここ取りたかったところなんだけど、ちょっとターゲットはマルチ IT の方もね、スケルトン取ってしまったので、で、クイーンでクローク打って、クイーンをクイーンで勝利しつつ、こうすると60側見てください。タウンホール前まっさらになってますよね。シューターが綺麗にしてくれたので、タウンホールに向けて一直線。当然、ここでトームをかけていきます。ストライカーも入れつつ。で、これね、ちょっとだけ待って、ロイヤルチャンピオンもトーム入るような感じで、待ちましたね。
さあ、ストライカーとロイヤルチャンピオンで反対ロイヤルチャンピオンの勝利も行っていきたいところ、3時からも当然ストライカーしっかり残してた分を重ねて出してあげて、圧倒的全開 VS。プレイングのミスは全くなく、プランニングも相当強かったですね、これは。ラバルルートがもうめっちゃ強いですね。天才ラバルって言うとやっぱ昔はね、ウッドランチャー型が爆流行りだったけど、もう強い兵器を強い使い方するのが今一番強いですからね、結局。さあ、本日ラストアタック、森尾さんですね、この名前は。6軸石からのキングを横に添えていって、シューターを抑えていくような形ですね。さあ、迫撃砲前、ダミー壁のところテスラチェックみたいな感じでやってるかな。で、これ、投石からではなく迫撃から撃っているので、ちょっとここね、シューターダメージ受けちゃいますね。シュータールートめっちゃ強いですね、これ。迫撃からの攻撃を受けなければ。投石スタートから始めれれば、投石に殴った燃焼ダメージが迫撃にも入るので、めっちゃいいスタート切れたんですけど。そうするとね、これマルチアーチャーターとかまで、このシューターが流れて、AT ウィズドとかあの辺まで狙えるもんね。で、キングを外周流して合わせていきつつ、いいホーミングチェック。超いいウォールボットで、これいい角度。めっちゃ通したい、そこ。追加で出して、テスラ打って、ちょっと内が入ってきてしまったなって感じだったので、追加のウォールブレーカー予備を。そして奥まで穴開けしていく。あのタイミングで投げないと流れた瞬間のリカバリーができなかったっていうところで、金庫殴るとウィズ島が折れるマジック。なぜキング強え。強え。ジャイアントガントレットマジで強えわ。なんか昔そんなにキング単品を強えって思ったことなかったんだけど、で、このホグめっちゃうまいです。ポイズンターンのターゲットを取るためのホグライダー。いいタイミングでしたね。もう少し早く投げてあげるとここクイーンかからないような感じでもあったんですけど、この、今回ヒーリングトーンも貼ってますけど、ルートライダーとかロイヤルチャンピオンの方にも当たらないような形を取れるし、クイーンもね、当たる時間を少し短く済んでるし、普通に投げられちゃうとヒーラーとかもね、ポイズンタワーの攻撃受けちゃうんで、回復量もちょっと若干鈍ったりとか、ダメージも入るようなところを、今のホグライダー1本でね、いいタイミングのホグでしたね。で、気づけばロイヤルチャンピオンも貫通して、もう多分誰も気づいてないでしょ。ここまでね、こんなに呪文残ってたんですよ。大量の呪文を残しての圧倒的全開。いやー、火力の高いところからの食い火だったんでね、こんなに残ってんのって感じでしたね。ナイス全開。ガーサス。はい、というわけでね、終わりまして44対37ということで、2戦連続でね、14本いい全開が見れたんじゃないでしょうか。非常にね、レベルも高かったですね。今のタウンホール16ってやっぱり攻撃が圧倒的に有利ではある環境ではあるので、いろんな好きな戦術、今自分の好きな戦術で全開取れるのが一番幸福度高い気がしますが、その中でもやっぱ全開取れる方がね、クラクラは楽しいと思うので、取れる戦術を上げると、ルートライダー、クヒーのルートライダーだったり、天才ラバル系の戦術っていうのが、ある程度、スペックとしては頭抜けて強いのかなと思っています。ぜひね、いろんなそのような編成をたくさん今後も動画上げていくので参考にしてみてください。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、チャンネル登録お願いしましょう。さら